こんにちは。お元気ですか？今日は7月19日の土曜日。今回は1ヶ月の生活費の動画になります。ちょっと出すのが遅れてしまったんですけれども、先月6月の生活費の紹介になります。いつものように固定費、変動費、社会保険料の順番で説明していきたいと思います。で、最後に1ヶ月の生活費、何にどれくらい使ってるのかっていうのをグラフで出してますので、よろしければ参考にしてみてください。ちょっと今回はね、編集に、時間をかけたくないので、ちょっと簡易的な編集内容とパパパッと進みたいと思います。ではまずは固定費から。家賃はもういいですね。一人暮らしの 1K のアパートに住んでます。毎月この金額ですね。で、水道光熱費、上から電気代、ガス代、水道料金とこんな感じですね。で、電気代とかね、今、今は7月なので、今使ってる分は8月の電気代として結構かかると思うんですけども、今紹介してるのは6月に支払った電気代なので、5月使用分ってことじゃないですか。なのでかなり電気代は安いですね。3000円切ってるのは年間でも多分底値の、電気代になってるかと思います。で、ガス代もですね、だいぶ冬に比べて下がってきて5287円。これから真夏に向けてね、だんだんと下がっていくかなっていう感じですね。で、水道料金は3435円とありますが、実際の支払いは2ヶ月に一遍支払いなので、一応1ヶ月換算としてその半額の金額をここに載せてます。ちなみにね、水道4月5月使用分が6870円だったので、その半額をここに載せてるっていう感じですね。では次、通信費で、携帯電話ですね。楽天モバイルの3ギガまでだったら、1081円っていう、プランなので、いつも Wi-Fi に家ではつないでるんでね、今回も携帯電話は1081円となっております。で、Wi-Fi、ソフトバンクモバイルを使ってます。こんな感じですね、毎月。Wi-Fi 代金は毎月変わらないのでね。ということで、固定費は合計で6万と、315円でございました。普通って感じですね。水道光熱費とかがね、夏に向けてちょっと安くなってきてるなっていう印象でございます。では続きまして変動費ですね。まずは食材費、18,650円。これはね、食費というよりも自炊をする上でのその材料を買ったその食材の食材費ですね。なのでおやつ代とか外食代とかそういうものは入れてないです。自炊をするために使ったお金で、だいたいいつも2万ちょっとぐらいはしてるんですけども、今回はなんか知らんけどちょっと安かったですね。逆に先月が結構高かったんでね、先月2万3000くらい行ってたんですけども、4400円くらい今回安くなってるんですけども、多分ね、先月にストック的な食材を買うことが多かったんじゃないかなって思いますね。調味料系とかね、あとはいつも置いてあるココアパウダーとか私結構500g とか買ってたりとかしてるんで、だから醤油とかココアとかオートミールとかお味噌とかね、そういういわゆるストック食材を先月は結構買ったのかなと。で、今回はおそらくそういうのが少なかったんじゃないかなっていう感じでございます。はい、では続いてはお菓子代ですね。4044円。お菓子代はね、いつもなるべく3000円以内に収めようっていう気持ちがあるんですけども、今回結構いってしまいましたね。で、今回のお菓子代で、内訳ちょっと見てみると、その4044円のうちの
680円が炭酸水を買ってるので、私暑くなるとね炭酸水を結構日常的に飲むんですよね。なので680円分結構炭酸水が入ってたので、そこはね実際にはお菓子健康に悪いものではないので、そういう意味ではここはちょっと今回680円分は高くなってても問題ないかなっていう気がします。その680円を抜いてもね3364円なので結構お菓子食っちゃったかなっていう印象はありますね。はい、では続きまして、コーヒー豆は、今回買わなくてもまだあって買わなかったと。で生活用品が2097円。今回は少ない方かなっていう感じですね。毎月ばらつきあるんでね、生活用品はね。で医療健康は特に何もしてないと。で次ですね、外食カフェ代、これが1150円。ちょっと前の動画でもやりましたけれども、家から近いカフェにねお茶をしにわざわざ出かけた。そこでねコーヒーゼリーとコーヒーコーヒーだね。コーヒーゼリーとコーヒーを楽しんだ金額がこの金額でございます。で引きこもりずっとやってますけれども、ちょっとずつ外に出ようっていう気持ちがあるので、なるべくこの外食カフェ代はね逆に使ったら花丸っていう感じなので、来月もここにちゃんと金額を入れていきたいなというふうに思っております。来月っていうかね、今時点の7月なんですけども、7月になってから1回もまだ外食もカフェもしてないので、後半にね1回頑張っていこうかなっていうふうに思っています。頑張ってっていうかね、行きたきゃ行きゃいいじゃんくらいな感じではあるんですけども、ちょっとこれはね逆にねちょっとそんなに行きたくないなっていうか、別に行かなくてもいいなっていう気分な時でもちょっとわざわざ行きたいなと思います。はい、では続いて、交際費交通費1100円。これは交通費ですね。誰とも交際をしてなかったので、誰にも会ってなかったんでこれはねちょっと用事があって出かけた時に電車を使った時の交通費なので、行かなければならないっていう用事のために行ったものなのでね、全然楽しい内容ではないんですけども、今回ちょっと交通費が入ったと。でその次娯楽レジャーですね。これは本ですね。本を買いました。ちょっと前の動画でも言いましたけども、カフネっていう本を買ったんですね。本屋さん対象になってる本なんですけども、図書館とかでもちょっと予約がいっぱいで当分借りれそうもないので、もういいや買っちゃえと思って買った本でございます。面白かったです。ということで久々に、娯楽レジャーにもお金が使えて花丸っていう感じでございますね。で続いて美容衣類。ここはね基本的には特に使う機会がないので、化粧とかもしないしね。私引きこもりなんでね、外に出ないから化粧をしないでしょ。美容院も髪の毛がどうしようもなく長くなっちゃったらカットだけの1000円カットに行ってるだけなので基本的にはここは入らないと。そうするとね、女性とかでは基礎化粧とかどうしてんのよっていう話になると思うんですけども、いわゆる化粧水とかですよね。あとはちょっとヘアクリームじゃないの、ボディクリームとかかな。そういうのはね、一応生活用品の中になんとなく入れちゃってるんですけど、っていうのも入れてなくてもですね、私買うのをせいぜい化粧水くらいなんですよ。1年を通じて化粧水以外顔には何も塗ってないんですよ。クリームとか乳液とかもね塗ってなくて、化粧水1本のみ。あとは手が荒れた時にハンドクリームアトリックスとかのね買うくらいで、それは美容衣類にはちょっと入んない気がするんですけど、ということで化粧水しか使ってません。しかもね夜しか使ってません。朝も使ってません。ちょっと私ねちょっと女性としてね結構これびっくりされるかもしれないんですけども、夜シャワー浴びて髪の毛とか体とか洗って
その時にね洗顔もするんで、それでシャワーから出た時に顔に化粧水をペペペって適当に塗ると、塗らないとちょっと突っ張っちゃうかなっていうのもあってペペペッと塗るだけですね。で朝なんで塗らないかっていうと、朝はね洗顔じゃなくて水で顔をパシャパシャってやるだけで終わりにしてるんですよ。だってめんどくさいじゃないですか。私別に外に出かけてるわけでもなくてずっと家にしかいないし化粧もしないから、別に洗顔してね化粧水して肌の下地を整えてとかねする必要ないんですよ。なので化粧水もね1本買っても全然減らないので、まあねっていう感じでございます。はい。ということで変動費は 28,911 円でございました。はい。続きましては、社会保険料ですね。社会保険料は今回こんな感じで住民税という大きな金額が入りました。まず上からね、国民年金なんですけれども、私は全額免除の申請をしているので払ってないです。でなので払ってない分将来もらえる金額も少なくなるっていうパターンですけれども、未納ではなくて全額免除の申請っていうのをしてますので、未納とは違うっていうことをね一応言っておきたいと思います。言っておきたいっていうかね、もしね払えないっていう人がいてね、じゃあ払うのをやめて、私と同じように払ってないなって思った時にちゃんと免除の申請をしとくと将来もらえる金額が変わりますので、未納だとね本当に未納っていう感じで全然全くもらえなくなっちゃうんですよ、その分ね。だけど免除っていうのをしてるとちょっと変わってきますので、もしどうしても払えないっていう方はどうせ払わないんだったらしっかりと免除申請をしておいてくださいっていうことですね。全額免除でも半分免除でも3割免除とかね、ちょっといろいろありますので、その時の状況に応じてお役所に申請を出してみてくださいと。はい、では続きまして国民健康保険ですね。今期の支払いの通知が来ましたので今回から払いましたということで、これは第1期分っていうことになりますね。で支払いは10期まであるので、つまりね私の国民健康保険はね、年間を通して12万7,000円だったっていうことでございますね。去年のね収入もすごく少ないので、一般的に見てすごい少ない金額だとは思います。はい。で最後に住民税ですね。これもね支払いの通知が来たので今回払いました。これは1年分ですね。一括支払いで払ってきました。こんな感じですね。ということで今回は社会保険料が 55,500 円かかりましたということでございました。では最後に特別出費。これ特別出費に入れる必要あったのかどうか分かんないですけど、敷布団の敷シーツですね、オーガニックコットンのシーツを買ったので1798円とここに入れました。これ生活用品に入れちゃってもいいかなと思ったんですけども、いつも買うようなものじゃないんで、とりあえずなんとなくこっちに入れたっていう感じでございます。オーガニックコットンのシーツね、何年か前にベルメゾンの通販で買った時すごい良かったので、やっぱりオーガニックコットンっていいなと思って、今回も最初ベルメゾンのページでウェブサイトで探したんですけども、なんかちょうどいいのがなくって、結局 Amazon とかで探して買ったんですけどもね、やっぱり肌心地はいいかなっていう感じがします。ただね、今まで使ってたお気に入りのやつはタオル生地のオーガニックコットンのやつだったので、やっぱりねタオル生地のやつ欲しいなと思って、またそのうち買っちゃうかもなっていう気がしてます。今回買ったのはねなんだろうあれ、ガーゼっぽいような生地なので、ただこういうのもあるんだなっていうのが知れてよかったなっていう感じですね。ということでこれで全部ですね、生活費では6月の生活費の総合計ですね。総合計はこちらの
14万6524円でございました。だいたいね毎月10万くらいっていうのが目安なので、今回はねこの住民税っていうイレギュラーな出費がね4万2800円ありましたので、それを考えるとねいつも通りかなっていう感じでございました。はい。そうだ。最後にあれだわ。円グラフですね。やば、円グラフ住民税入れるの忘れちゃった。すいません、これ住民税入れてない円グラフになってますけども、こんな感じでございました。住民税を入れたらね、住民税が、住民税、家賃とほぼ同じ金額ですね。だから住民税を入れたらこの円グラフの中の家賃と同じぐらいの割合の金額がこう入ってきたっていうことになったと思います。ということで6月の生活費はこんな感じでございました。一人暮らしとかされている方はぜひ参考にしてみてください。さてと、2025年ももう夏ですね。なんかもうほんとそのうち寒くなって今年が終わってしまうんじゃないかっていう風な感覚があるんですよね。本当に1年というかね、月日が流れるのが早くなってあっという間に2025年が半分以上過ぎてしまって、現在48歳ですけれども、なんか私もう本当にもう50になってるような気持ちなんですよね。なんていうか、もう自分はもう50手前というかね、ほぼもう気がついたら50になってるなっていうか、50気分を先取りというかね、ほんと早いなって思うんですけれども、なんかこの感覚でいくと本当に自分が80歳とかなるのもね、ものすごい先の話じゃなくってね、本当気がついたら80歳になってるんじゃないかななんていう気がするんですよね。なんかね、やっぱりこう若い時の10年と今現在の40代とかの10年とかってやっぱり速さのね体感覚が全然違いますよね。なんかこのまま気がついたらもうすぐ私寿命だわなんて思うフェーズに、気がついたらそのフェーズにもういるんじゃないかっていう気がしちゃって、とはいえ一日一日は長くてって言ってもやっぱりあっという間かな。特に私はあまりにも毎日が同じルーチン、刺激がないというかね、人に会ってないので、やっぱり毎日やってることが全く同じで、全く同じことの繰り返しなので、結構こう本当に婚姻矢のごとしの矢みたいに本当にシュッて過ぎてっちゃうんですよね。私気がついたら2025年がもう終わりますね、除夜の鐘鳴りますねとかね、もう気がついたら言ってるんだろうなっていう気がします。でね、やっぱりこう20代の時とかはいろんな物事とか出来事とかやったこと言ったこと経験したことのボリュームが大きいっていう気がしますよね。30代とかもですけど、特に20代かな私の場合は。で40代とかはね、結構私は引きこもりだったりとか、結構こうちょっと、低空飛行的なね人生の中でね、そういう部分が結構多くて、それはね何気に実は20代の終わりぐらいから始まってはいるんですけども、その中でも頑張って生きてきたっていう感じでなんですけどね。なんだろうな、つまりこう気がついたら80歳とか、この時間の体感覚だと全然あり得るというか、きっとそうなんだろうなと思うので、なんかやっておきたいなと思ったことは本当にやっておきたいなっていう気がしたりとかするんですよね。やりたいなっていう時にいつもこうネックになってくるのは、最初はお金の計算と時間の計算ですよね。どれだけお金がかかって今の収入とか貯金でちょっと無理じゃねみたいなね、そんなこと言ってる場合じゃないでしょとかね、そういうのもあるんですけども、そんなこと言ってる場合じゃないでしょっていうその重り
の天秤にねこうかけた時に、そんなこと言ってる場合じゃないでしょっていうお金のなさとか、この自分の状況とかを一つの重りという形でこの天秤にかけて、もう一つやっぱり今の寿命、時間、健康の状態とかね、人生の長さとか健康寿命とかね、そういう自分のリミット的な部分をこう天秤にかけてね、重さをこうしてみたりとかすると、寿命っていうのはね、はっきりいつまでっていうのがわからないものでもありますからね。そう考えると、その重さをどっちが重いかっていうのを測るのは、測ってる本人のこの主観次第じゃないかっていう気がするんですけども、だから今の私の状態だと、ちょっと海外旅行とかね、20万30万とか出すような海外旅行とかはちょっとさすがにこの精神的負荷とか、それに対するそこまで今やりたいかとか行きたいとか今パッとなんかあそこだっていうようなインスピレーションが湧いたとか、そういうのとか全然ないので、海外旅行とかはあれですけども、まだ行ったことのない日本国内のどこかとか、なんかちょっと経験として心地よい経験をもうちょっとねしておくとかね、あそこの温泉街行ったことないなとかねそういうのとかね、あとはこういう美味しいこういう料理をまだ食べたことがないなとか、そういうね、すごい分かりやすい欲求ではあるんですけども、そういうとこから始めて、なんか自分がまだ体が動けて、体力的にもね、いい状態を保ってば、その辺の20代と同じくらいは動けるくらいの年齢なのでね、まだね、不摂生とかして衰えさせなければね。なのでそういうね、まだ体が動くっていう、すごくそれもめちゃめちゃトータルの人生で考えるとお金以上のこの価値がある部分だったりとかするじゃないですか。なんかね、80歳で1000万円持っててもっていうのがありますよね。80歳で1000万円あって、ある状態でもできない、体力も気力もないし、それを感じ取る感性も変わってきてしまっているとかね。でもこの48歳の自分は1000万円はないけども、やりたいって思う感性とか体力とかも気力とかもまだあるとかね、そういうのを考えたら、その価値っていうのが、お金とその天秤にかけるもの自体がね、同じ、なんていうのかな、比べる対象としてはねじれの位置にあるというかね、だから比べるのが難しいっていうかね、そういう感じがするんですけれども、4次元というかね。ただなんかなんかね、お金がある程度ギリギリを攻めたとしてもちょっとやっといた方がいいかも的なものはあるんだろうなっていう気がちょっとしたりとかはしてますね。去年とか一昨年とかだったらね、私メンタル的にちょっと今以上にエネルギーがまだいいに近い状態だったので、そもそもやりたいとか立ち上がるとか何かをしたいする、どこかに移動するとかね、そういう気力も無理っていう感じだったんですけども、とりあえず回復する、元気になる、何かを楽しいと思える、面白いなって感じるとかね、そういう感覚をまずは取り戻すことが第一だったんですけども、徐々にね、去年の10月ぐらいからちょっとずつ収入を得るっていうね、普通の生活にちょっとずつ戻ってきたので、収入自体は低いですけども、今現在ね、こうやって毎月出してる生活費10万とか12、3万くらいは毎月どうにか稼げてるんですよ。貯金はできないぐらいですけど、13万くらいは毎月はクリアしてるので、国民年金とかもそろそろ払ったらまたちょっとそれで変わってくるんですけども、なのでお金がある程度元の貯金に戻ったらとか、
この引きこもり生活で減らしてしまった貯金が元に戻ったらとか言ってたら、元に戻る頃には私がすごくまた年を重ねていって寿命という貯金を減らしてるわけじゃないですか。単純な命の時間という寿命以外にも体の力強さとか気力とかそういう部分も減らしてしまってるので、もちろんね、その生活習慣とか何かをすることによって逆にこう精力的になってる、健康で元気になってるっていう可能性もありますけれども、あとはすごくいい友人とかに出会えたりとかして、そこでまたなんかいろいろ気力というかエネルギー的なものがもらってとか、そういうのもあるので、一概に年齢を重ねたから寿命とか気力体力が減るとは限らないんですけども、でも一般的には生態としてはそうなるので、なんていうのかな、やりたいなとか行きたいなとか、ちょっとあの人に会っときたいなとか、ちょっとお金が数万かかるけどあそこに行って久々にあの人に会ってみたいなね、旅行ついでにそこに住んでる人に会ってとかね、あそこに行ってあれやってみたいと思ってたんだよなっていうところにわざわざお金をかけていくとか、ちょっと高いけどそれを食べるとか、ちょっとなんかやってみたいことをちょっとお金払って試しにやってみるとか、やってみてなんかあれそうでもなかったなみたいになったら、それはそれでそうでもないということが分かったので良かったっていうことになるので、なんかそんな感じで、なんかいろいろ天秤にかける考えが結構湧くことがあるんですよね。今現在の自分のお金や時間労力っていうものと、自分が今後どれだけ寿命があるのかっていうのと、その健康寿命がどれだけあるのかっていう、気力がどれだけあるのかっていう、自分の感覚的なものも変わってくるので、それに対する興味とかわーっていうそういう感覚的なものがだんだんなぎになっていくのだとしたら、今わーって思えることとかすごい興味が湧くこととかがものすごく貴重な気がしてねっていう感じですねっていうことをちょっと考えたりとかしておりましたっていう感じでなんかちょっと締めがないんですけど、そんな感じで、はい、それではまた。